宇宙世紀0079、3月11日、第二次降下作戦は開始された。我々の最終目的は北米地区の制圧である。北米地区攻略を担当する司令官はガルマザビ大佐である。諸君ら精鋭たちの司令官として北米地区攻略を担当することを光栄に思う。さて、本作戦の重要性を今さら諸君らに説明する必要はないだろう。我々は北米を制圧し、南米にある連邦の本拠地ジャブロを攻略のための拠点を確保する。連邦の喉元にくさびを打ち込もうではないか。諸君らの健闘を期待する。以上だ。全員揃ったな。さて、我々の任務だが、本体より先行して降下し、北米地区攻略の共闘補となる航空基地を制圧することだ。我々を乗せた HLV は敵航空基地付近に降下。敵の防衛態勢が整わないうちに一気に基地を制圧する。情報の分析結果から敵の司令部の位置は分かっている。ここだ。基地には複数の見張り台が設置されている。見張り台に見つかると我々の位置を敵に知らせることになり、基地の守備隊を呼び寄せることにもなる。確実に潰しておいた方がいいだろう。敵の主力は61式戦車と思われるが、戦車だからといって油断は禁物。また滑走路には複
数のミリア機の存在が確認されている。むざむざ逃す必要はないだろう。発進前に管制塔を抑える。作戦の第一目標、基地司令部の制圧。作戦の第二目標、基地守備隊の排除。作戦の第三目標、管制塔の制圧。この作戦はスピードが鍵になる。敵の体制が整う前に一気に片をつける。これが我々闇夜のフェンリル隊としての最初の実戦である。訓練以上の成果を期待する。以上だ。前期状況を報告してください。ブルーチーム異常なし。よし、作戦開始だ。
最終ターゲットを確認。何これ？データを照合中。これはビッグトレイです。まったく大した情報分析だな。しっかり仕事をしてもらいたいもんだ。少佐、この戦力では無理です。撤退した方が。各チーム任務続行。ビッグトレイを叩く陸の宇宙戦艦みたいなものだ。視覚に回れば何ということはない。対艦戦と同じようにやれ。少佐、敵をやるには準備の整っていない今を置いて他にはない。我々に応援を待っている余裕はない。やれ。黒焦げになりたくなきゃ降伏しな。とっとと決めねえとぶち込むぞ。待ってくれ。降伏する。管制塔を制圧しました。ターゲットの沈黙を確認。少佐、敵司令官から通信が入っています。待ってくれ。撃たないでくれ。降伏する。敵の降伏要請を受諾する。了解。敵の残存部隊は武装解除を始めました。各チームは本隊の到着まで制圧地区の警備に当たってください。我々は任務を果たした。基
基地施設を十分に使える状態で航空基地を制圧することに成功したのだ。数機のモビルスーツのみで構成された部隊による奇襲作戦は地上でも十分な効果があることが証明されたと言えるだろう。到着したガウ攻撃空母の絨毯爆撃によってニューヤークに壊滅的なダメージを与えることに成功し、あとは残存兵力を掃討するのみとなっていた。一方、キャリフォルニアベースに侵攻していた侵攻部隊は優勢に戦いを進めていたものの、敵の粘り強い抵抗に手を焼いていた。諸君らの活躍でニューヤークはほぼ制圧した。あとは残存兵力の掃討のみだ。北米攻略作戦は全体としては順調に進行しているが、問題がないわけではない。これだ。キャリフォルニアベースを攻略中の部隊が敵の基地守備隊の抵抗に阻まれて膠着状態に陥っている。ニューヤークの掃討が終わり次第支援を派遣するつもりだが、先行して諸君らを派遣しようと思う。任務は敵防衛ラインの中で最も強固なこの地線を突破してもらいたい。諸君らの隊ならやってくれると信じている。詳しいことは現地の指揮官に報告させる。以上だ。